こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。しもです。はい、今日はですね、はついに、待ちに待った電気を変えていきまーす。電気イエーイ。いやめっちゃ嬉しいね。もう何回停電したことか。本当にもう悩まされたよね。ちょっと電気を甘く見てたね、本当に。ということで、詳しくは辛口ルームツアーっていう動画を出してるので、そちらを見ていただけたらと思うんですけど、私たちが旅を通して電気の改善をしたいなって思ったことが3つあります。で、1つ目がまずは走行充電ができるようにしたいということです。これね、すごい思ったよね。もう思いまくったね。なんかやっぱ北海道さ、広かったから運転する時間すごい長くて、この時間に効率よく充電できたらいいのにすごい思った。なんか一応カーポートチャージっていうやつがあってさ、それでは充電できてたけど、もう80ワットとかでしかね充電できてなかったんだよね。で、2つ目がソーラーパネルからの充電です。はい、今ね一応屋根にソーラーパネル積んではいるのにね、使えてない状況なんですよ。そうなんですよ。ぜひ復活させたいね。はい。で、最後に3つ目がそもそもの電気の容量を増やしたいっていうことです。やっぱりね、まず充電がうまくできてなかったっていうのもあるけど、全然足りなかったんだよね。そうだね。ね、そもそも増やしたらもうちょっとさ、なんか1回の充電で持つから、なんかそれもね増やしていきたいなと思ってます。はい。で、今回はまず走行充電をできるようにしていきたいと思います。はい。それでは久しぶりの電気工事ですが、はい、気を引き締めてやっていきましょう。はい、今回私たちが走行充電させたいのはこのね、いつもメインで使ってる 2000W の大容量ポータブルバッテリーになります。はい。で、これを走行充電させるために今回、インバーターを購入しました。1000W のものです。1000W のものです。で、これを車のバッテリーとこのポータブルバッテリーの間にこう接続することになるんですけど、そうすることでね、車のバッテリーからこう DC12V でこう入力してきたものがこのインバーターによって AC100V に変換されて、でこのポータブルバッテリーを充電してくれることになります。でね、そう一応このポータブルバッテリーなんですけど、カーポートチャージっていう、なんかシガーソケットから 12V で充電するっていう方法もあるんですよ。なんですけど、80W でしか充電できないんですよね。80W でこの 2000W のポータブルバッテリーを充電させようとすると25時間もかかるんですよ、フル充電するために。1日かかるってさ、相当だよね。ね、そんな1日走り回れないもんね。なんだけど、もし 100V で充電しようとすると、500W で入力してくれるっていうものになってるので、なんとたったの4時間でフル充電できるんです。最高。そんなに早いなら毎日フルで運用できそうだよね。確かに。でね、今回このインバーターを買ったんですけど、なんでこのインバーターを選んだかっていうと、これがね、準制限波っていう波長で動いているものになります。なんか準制限波と、準じゃない修正制限波っていうものがあるみたいなんだけど、この準制限波っていう方はすごいここにつながる製品にとって優しい制限波で、修正だと逆にちょっともしかしたら動かなかったりするみたいなことが書いてあったので、この準制限波の商品を選びました。なんかインバーターやっぱ冬だからかさ、すごい在庫切れでね、これ届くまでに1ヶ月ぐらい待ったよね。待った。もう入荷待ちで、そうだからなかなか手つけられなかったんだよね。そうなんです。早くやりたかったんだけど、ついに届いたのでやっていきたいと思います。じゃあこのぶっとい配線を通していきましょう。前から後ろにまず通していきます。見やすい赤入れます。入らない。この前はちょっと途中で諦めました。ちょっとね、工具が足りなかった。戦力不足。ということで、新たな戦力をゲットしました。これね、前から欲しかったよね。電動ドリルにつけて使えるラチェットです。私たちは今
あそこのグロメットを外そうとしてます。でも本当にちょっと隙間がなさすぎて手が入んないんだよね。ね、手1本ギリギリ入るぐらいなんだよね。そうだからちょっと一旦この辺のねヒューズボックスとかを、の固定を外して、この辺の隙間を開けて、なんとかあいつを外していこうと思います。この子が使えたらねかなり強いと思うんだよね。だよね。ね、そこ隙間ないからさ、この不力で。あ、いけそういけそう。マジ？いけそういけそう。マジ？いけそうな気がする。10番。ワクワク。通します。あ、見えた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 。そして来た来た。やった何時間やったこれ。ー。5時間ぐらいやった。結局グロメットに穴を開けて通しました。もうやっちゃいました。じゃあ黒い方も通します。はーい。あ、いい感じいい感じいい感じ。きた。すごい。おーしゃー。やった2本とも来たー。やばくない？来たよ。嬉しすぎる。疲れた。ちょっと諦めそうになってた。もうなんかチモとか車の外側通してよくないとか言いかけてたよね。私もうさフェンダー通してここに線出んのよくないもん思っちゃってた。ここにあると危ないので下を通そうと思います。はい。ピラーに入れて、お、いいじゃん。見えない見えない。綺麗綺麗。さっきまでねこの辺に赤いの出ててかっこ悪かったもんね。ね、赤が目立つよね。めっちゃ目立つ。ということで配線をしていこうと思います。はい。でちょっとインバーターの説明書を見ると黒の線からまず黒い線でバッテリーのマイナス極とインバーターの黒い接続端子を接続してくださいということなので、やっていきましょう。はい。マイナス極からですね。はい。はい。で私たちの車にはバッテリーが2つついてて、これは並列でつながってるので、はい。プラスとマイナスはここから取ろうと思います。はい。で配線ねビヨンビヨンしちゃうと危ないので、この辺になんか固定しながらいけたらいいです。あ、それいいかも。黒は絶対的にマイナスです。オッケー。オッケー。じゃあインバーターの方マイナスつなぎます。はい、このインバーターは運転席の後ろのここのスペースに設置しようと思っています。でこのインバーターなんですけど、メーカーに問い合わせてこういう向きとかで使っても大丈夫っていうことを確認したので、こっち側にオンオフスイッチがあったり、あと AC 差し込むところがあったり、あとモニターもあるので文字は逆になっちゃうんですけど、こういう向きで取り付けようと思ってます。はい。はい。こんな金具がついてきてるので、これで止めます。おい。オッケー。黒の線はい。じゃあ次赤のバッテリーから。オフだよねちゃんと。オフ。もうさっき確認しました。オフなってる？オフになってる。オッケオッケー。じゃあつなぎましょう。ー。はい。じゃあプラス。これがボディに触れたら火花飛ぶので注意します。はい。よいしょ。ですね。オッケー。いいじゃん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 。よし。オッケーです。オッケー。はい。ということで接続ができたので実際に使っていこうと思います。はい。今関東なので、50Hz に合わせます。はい。今60になってるので、お願いします。50側にスライドさせました。はい。
このままエンジンを入れて使うとバッテリーが電圧が下がっちゃうかもってちょっと心配なんですけど、このインバーターに低電圧入力保護っていう機能がついてて、バッテリーの電圧が下がりすぎると入力をカットするっていう機能がついているので、ちょっとだけの間ならね使っても大丈夫かなということで、試しにやってみようと思います。はい、ちょっとね実際に設置する前にしっかり動くのかどうかチェックしたいので、やりたいと思います。はい、エンジン入れちゃってください。はい、アイドリングにします。はい、じゃあインバーターの電源を押します。おお、ついた。あ、本おお、バッテリー側が入力 14.3V、 当？あ、そんな入ってるの？出力 102V 出てる感じになってる。すごーい、すごいすごい。あと一応ね、インバーター制動作動と、これなんだよくわかんない、いやわかんないのがついてるロード中みたいなのと、これなんだろうね、電池マーク、バッテリーレベルっていうのが一応マックスまでついてる。へえ、なんか良さそうだね。ね、強いの来てるよってことかも。順調なんじゃない？順調です。よかったー。じゃあ設置していきまーす。はーい、パス。はい、延長ケーブルを壁の後ろから回します。遠隔スイッチのケーブルも来ました。で、この2本のケーブルを、この木の下に通そうと思います。はい、実はねこれ固定してないので外れるんだよね。入りました。で、ポタ電の充電の方はここいろいろなんか線があるところなんですけど、ここに設置しました。まあ、充電するときはここを開けて充電する感じになります。はーい。完璧。イエーイ、止まった。いいね。素晴らしい。配線は裏を通っているので見えていません。はい。できたー。すごい。めっちゃ綺麗。入りました。おー、綺麗。収まったねー。あそこに繋がってます。素晴らしい。収まりました。収まった。イエーイ。楽しかった。久しぶりの楽しかったね電気作業。ね。あとボンネットの中もちょっと結束しよう。できましたー。やったまあできる限りの固定を施しました。じゃあちょっとねこれから走りに行きたいんですけど、その前に外部充電でどのぐらい出るかをチェックしとこう。そうしよう。はい、じゃあ刺しまはーい。す。オッケー。そうすると、そうすると、音が鳴り始めて、お、来た。来た。 475ワット、うん470ワット。うん。まあ、だいたいこのポタ電の充電能力は500ワットなんだけど、多分9割ぐらいしか出てないって感じなんだね。そうだね。ちょっとね。9割ちょっと。で、今は 51% あります。はーい。ちょっと10分ちょいぐらい走らせてどのぐらい増えるのか検証しに行きましょう。そうしましょう。じゃあ外部電源からは外して、さっきね設置したはいこのインバーターにつながってるコンセントに挿します。はい。はい。でもまだ今インバーターの電源がオフなので、後で出発する直前にインバーターをつけたいと思います。はい。エンジン入れます。はい。じゃあインバーターオンにします。はい。おー、ついた。あ、すごい、もう充電され始めました。後ろで今 13.8V 入力されて 101V で出力されてる感じです。じゃあ一緒にしていきますか。はい、お願いします。充電が何%されてるか見てみましょう。はい。じゃーん。じゃーん。おお。あー、58%。すごい。
なんかさ、予想57ぐらいだったんだよね。15分だからね6%ぐらいかなっていう。すごいじゃん。すごい。お、どう普通に同じぐらい出てる。あ、もうずーっと473。うん、だいたい450から473。すごい。はい、ということで、ついに走行充電できるようになりました。おめでとうございます。嬉しい。大きいですね、これは。大きすぎる。だってさ、もう4時間ドライブしたらさ、これ0%から100%にフル充電できるんだよ。すごい。本当に RV パーク行かなくて済むかもしれない。済みそうね。だってさ、0%に毎回なるわけでもないしね。ね。改めてなんですけど、走行中以外は絶対に電力をオフにすることっていうのと、あとインバーターから他の電気機器をつながないこと。そうだね。これをしっかり注意していこう。そういう運用ルールでやっていきたいと思います。はい。でも忘れそうだね。絶対に忘れないようにしよう。忘れないようにしようね。ちなみになんですけど、この走行してない時は電気を切ればいいと思うんですけど、走行中にバッテリーが上がってしまわないのかなっていう心配があるかもしれないんですけど、救急車のオルタネーターの発電能力が約840ワットあるんですよ。70アンペアぐらいあって、このインバーターをオンにしてる時にインバーターの発電効率を考えても、バッテリーとインバーターの間は50アンペアぐらいの電力が流れるんですけど、オルターネーターの発電能力がインバーターへの入力よりも大きくなるので、走行中はバッテリーが上がることがないはずです。一応これがね、インバーターの方が大きくなっちゃうと、どんどん電気取られることになっちゃうから、バッテリーが上がる可能性があるんですけど、万が一そうなっちゃった場合は絶対に出力しないっていう保護機能もついてるので、なのでダブルでリスクヘッジできてます。はい。もしね、同じようにつけたいっていう方いたら、その車のオルタネーターの発電能力を超えないようにしっかり設計してください。はい。あと、ちょっと最後につらつらとあれなんですけどもうサブバッテリーでいいじゃんっていう方もね、多分いらっしゃると思うんですけど、それは本当にサブバッテリーの方がいいじゃんと思います。はい。せっかくここまでやるんだったらね。そうだね。なんだけど、やっぱ今持ってるポータブルバッテリーでなんかできないかなと思って、今回はポタ電を走行充電してみるっていうことに挑戦してみました。はい。一応サブバッテリーの方がなんか電力効率がいいってことは、そうなんだよね。理解した上で今できるね、ベストな方法は、これなのかなっていう結論に至りました。もしね、なんかポタ電持ってる人がいたら、あ、そういうのもできるんだっていう風に参考になったら嬉しいよね。嬉しいです。でね、今回、その電気周りの走行充電っていうところは解決できたんですけど、まだね、太陽光パネルが使えない問題とか、あとね、やっぱなんだかんだ2000ワットの容量がちっちゃいんじゃないかっていうところの問題があるので、それも解決していけたらいいね。解決していきましょう。はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。